たとえ万機戦没して一騎となるとも、大阪城を枕に戦え。大阪城敗れるとも江戸城あり、江戸城敗れるとも水戸城あり。断じて中途にしてやむべからず。はいどうも皆さんこんにちは。今回は鳥羽伏見の戦いについてお話ししていきます。幕末に起きたこの戦いは京都郊外で新政府軍と旧幕府軍が争った戦いです。この戦いをきっかけに日本は戦争状態になり、一連の戦いが続いていきます。これが戊辰戦争です。ということで早速鳥羽伏見の戦いについて見ていきましょう。1867年、京都にて王政復古の大号令が発せられました。武士の政治は終わった。これからは天皇を中心とする政治に戻す。そう宣言されたのです。こうして成立した天皇を中心とした政治組織を新政府、これまで政治を行っていた将軍を中心とした政治組織を旧幕府と呼びます。しかし旧幕府のリーダーだった徳川慶喜は新政府に入れてもらえませんでした。それどころか新政府は慶喜に対して時間農地を命令したのです。時間農地というのは官位を辞して領地を返納することです。徳川慶喜はすでに征夷大将軍の地位を朝廷に返していましたが、内大臣という大臣の位は持ったままでした。また徳川家の領地は全国の大名でもトップの大きさです。その位と領地を新政府に差し出すこと、これを新政府は要求したのです。新政府としては慶喜が要求に応じるならそれでいいですし、要求に応じないならそれを理由に戦いを仕掛けられます。つまりどちらにせよ新政府に都合がいい要求だったのです。といってもこの時の新政府は全員が戦いを望んでいたわけではありません。むしろこの時は戦いを望まない人たちの方が多数を占めていました。戦いを望んでいる過激派というのは薩摩と長州を中心とした人たち、そして戦いを望まない穏健派というのは土佐、越前、尾張を中心とした人たちでした。もちろん土佐藩だけど過激派という板垣退助のような例外はいますが、ここでは分かりにくくなるので扱いません。要するに過激派は徳川と戦争をして潰すと考えており、穏健派は徳川を仲間に入れようと考えていたわけです。対する旧幕府ではどうなっていたかというと、こちらも過激派と穏健派に分かれています。旧幕府の過激派というのは会津や桑名を中心とした人たち、そして旧幕府の穏健派というのは徳川慶喜を中心とした人たちでした。要するに過激派は薩長と戦争をして潰すと考えており、穏健派は新政府と合流しようと考えていたわけです。以上のことからこの時の日本の政治の構造は新政府と旧幕府のどちらも過激派と穏健派に分かれており、過激派としては何とか戦いに持ち込みたいと考えているし、穏健派としては戦いを起こしてはいけないと考えていたわけです。そのような状態だったので、穏健派の徳川慶喜はこのまま京都にいたら過激派を抑えきれない、ひとまず距離を置こうと考えました。こうして徳川慶喜は過激派をなだめながら大阪に下り、新政府の穏健派が行っていた徳川を仲間に入れようという運動に未来を託したのでした。結局この後どうなったかというと、徳川を仲間に入れようという運動がうまくいき、徳川慶喜の新政府への合流が実現寸前まで進んでいきました。過激派の筆頭である西郷隆盛ですら、さすがに今は幕府と戦えないと考えていたようで、慶喜の合流に同意していたのです。戦いにはならず平和に事は進むかと思われました。しかしある事件が起こります。薩摩藩邸焼き討ち事件です。この頃江戸では薩摩藩士たちが旧幕府を挑発しており、その挑発に乗った旧幕府の庄内藩が薩摩藩邸を焼き討ちにしたのです。これは西郷隆盛が裏で指示を出していたと言われることが多いですが、本当のところどうだったのかは分かりません。何はともあれ江戸から対立の火の手が上がりました。この知らせが大阪に届くともう止められません。徳川慶喜は今まで抑えていた過激派を抑えきれなくなり、ついに旧幕府軍の過激派が京都へ向かって進み始めたのです。こうして大阪を出発した約1万5000の大軍は慶喜の上洛を前に先駆けを務める、そう主張して京都へと出発。
しかし薩長としてもそんな大軍を京都に入れるわけにはいきません。これに対応すべく約5000人の軍勢を南下させ、鳥羽街道と伏見街道を塞ぎ、旧幕府軍を止めようとしました。こうして薩長の軍勢と旧幕府軍が対峙します。そこを通せと旧幕府軍は求めましたが、薩長の軍勢は朝廷からの命令がなければ通さないと主張、押し問答が続けられます。睨み合いが続いていた鳥羽の情勢でしたが、しびれを切らした旧幕府軍は強行突破を試みて前進を開始。これを受けて薩長軍は旧幕府軍に発砲し、戦闘状態に突入しました。こうして始まったのが鳥羽伏見の戦いです。強行突破を試みた旧幕府軍でしたが、まさか攻撃されるとは思っていませんでした。驚いた旧幕府軍は混乱し、鳥羽の戦線は崩れます。一方、東側の伏見でも五光宮神社に本陣を置いた薩長軍と旧伏見奉行所に本陣を置いた旧幕府軍が睨み合っていました。そんなところに鳥羽での銃声が聞こえてきたのです。これを受けて伏見の薩長軍は鳥羽で戦いが始まったと判断し、戦闘を開始。旧幕府軍に対して砲撃を始めました。こうして伏見でも戦いとなり、幕府側の軍勢も行動を開始します。この伏見には薩長だけでなく土佐の軍勢も参加していました。しかしこの時の土佐藩は正式には戦いに参加しておらず、積極的に戦おうとしなかったのです。この土佐兵と会津兵が直面するという事態になったのですが、消極的な土佐兵は戦わなかったため、会津兵は迂回して武田街道を北上し始めます。武田街道は北へと進めば京都につながる道、旧幕府軍の突破口は確実にここでした。ここから京都に登るべきだったでしょう。しかし実戦経験に乏しい幕府軍の指揮官はこのチャンスを見逃してしまい、何も命令を出さなかったのです。結局薩長の攻撃によって旧伏見奉行所は炎上、旧幕府軍は伏見から退却していきます。これによって伏見の薩長軍は自由となり、鳥羽へと向かうことができるようになりました。この頃には鳥羽の旧幕府軍は体制を立て直して奮戦していたのですが、その側面を伏見からやってきた薩長の軍勢に攻撃され崩壊、旧幕府軍は後退を始めます。そんな時、東幕軍の陣営に錦の御旗が翻ります。錦の御旗というのは簡単に言うと天皇の旗。薩長の人々は天皇を動かしてこの戦いを倒幕に利用しようと考えたのです。これにより薩長の軍勢は官軍、つまり新政府軍となり、旧幕府軍は朝敵、つまり賊軍と認定されたことになります。錦の御旗の登場に動揺した旧幕府軍は淀城へ一度撤退。そこで再起を図ろうとしましたが、淀城の門は開きませんでした。入城を断られてしまったのです。それでも旧幕府軍は退却しつつ、なんとか持ちこたえて新政府軍を迎え撃とうとしましたが、津藩が新政府軍に寝返っていたため総崩れとなり敗北。旧幕府軍は敗走を続け、大阪城へと撤退していきます。さて、そんな大阪城には徳川慶喜が待っていました。徳川慶喜は意気消沈している旧幕府軍に対して自ら出馬すると宣言、出陣の準備を命じました。たとえ最後の一人になったとしても戦え。大阪城が敗れても江戸城がある。江戸城が敗れても水戸城がある。断じて途中で止まってはならないと大演説を行ったのです。この演説を聞いた旧幕府軍は士気が上がり、慶喜自ら出陣するということで息を吹き返しました。しかしその日の深夜、徳川慶喜は会津藩主松平片盛と桑名藩主松平貞明を連れて密かに大阪城を脱出。幕府の戦艦で江戸城へと退却してしまったのです。慶喜の突然の敵前逃亡により大阪城に残っていた旧幕府軍は大混乱、統制を失って散り散りになり、大阪城は新政府軍に引き渡されます。一方、江戸へと戻った慶喜はどうしたかというと、恭順の意を表明して上野の寛永寺に引きこもりました。つまり自主的に謹慎生活に入ったのです。こうして鳥羽伏見の戦いは終了、新政府軍の圧勝に終わるのでした。さて、いかがだったでしょうか。こうして鳥羽伏見の戦いは新政府軍が勝利。これまで中立の立場で情勢を伺っていた人々は雪崩を打ったように新政府軍に味方していきます。
戦いに勝ったことで新政府内部での薩摩・長州の立場は盤石となり、土佐藩の中でも主戦派だった板垣退助などが頭角を現していくようになりました。こうして戦いの舞台は江戸へと移り、新しい展開を迎えていくのです。ということで次の動画では江戸無血開城についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。